どうも、亀梨和也チャンネルです。さあ今日は呪術つなぎゲスト会ですね。ジュリが来ますよ。初めてだな、がっつり2人きりでって。ジュリっぽいものを今日はチョイスしたんで、それで遊べたらなと。おい、これ行っちゃっていいですか？どうぞどうぞ。おはようございます。はい、失礼します。乗ります。おはようございます。おはよう。おはようございます。いいですか、これ持って。2人でこうやって初めてだよね。そうですね。あ、自己紹介どうも、ストーンズの田中樹です。お願いします。お邪魔します。大きくなってなりました。失礼します。こんなジャラ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 。そうなんです。あの時とは違って。慎太郎とかもそうだけど、はい、今からステージ立つのみたいなネックレスとか常につけてるじゃん。はい、ちょっとカトゥーン系あるよね。はい、もうジャラジャラが。僕たちはもうカトゥーン兄さんで育ってるんでカトゥーンさんのギラギラで育ってる。まあまあジュリはな、はい、間違いなくそこで育つわな。あれになるんだって思って幼少期を育って過ごしてるんで。ああなるんだ。はい、これあれですよね。僕恭平の YouTube 見たんで。そうそうそう、恭平のサングラスはマストですよね。いやもうしていいよ、全然していいよ。普段通りで。はい、ありがとうございます。ラフな感じで。そうなんだよね。これ早速じゃあ行きますよ。はい。うわ出た、この車俺 YouTube で見てたやつだ。だからさ、はい、付き合いは長いけど、はい、がっつり2人きりって初めてだもんね。そうですね。しかも多分それをファンの人が見るなんていうの多分なかったですね。普段何してんのってさ聞いてさ、はい、ちょっと電話したじゃん、はい、ファミレス行ってラーメン屋行って終わりっすみたいな。本当家出ないんですよ。ゲームやってるんだよ。ずっとゲームやってて、もう仕事終わって家着いて、まあ基本、外食って言っても近くの駅前の家系ラーメンとか行く。それかファミレスの出前を取って一人で、はい、でそれを待ちながら今日何時からゲームやろうかなとか、そのゲームのプロの人の YouTube 見て、ご飯食べてそのまま朝までゲームやって、で仮眠取って仕事してっていう毎日です。何歳になった？僕28で今年29になります。そんな？6月で29になります。そっか、でもそうだよね。会社入ったらいつ？めちゃくちゃちっちゃかったじゃん。そうです、13歳の頃だったので2008年です。なんかもっと前から。でも多分サマリーとかも来てなかった？いや僕それはもう見てた側です。出てはなかったです。はい、あれの時まだ入ってないんだ。入ってないです。だからお会いしたのでいうともっと本当小学生。そうだよね。だから現場にいたイメージだから、めちゃくちゃちっちゃいジュリがその時にお会いはしてるんです。いつ入ったのとか知らないもん。そうですね、多分逆に言うと気づいたらいたパターンですよね。そうそう、オーディションとか受けたの？ジュリ一応受けました俺。本当に一応ちゃんと受けて。ちょっと特例じゃん。なんか特例です。 LINE で慎太郎もそうだけど、特殊な LINE で入ってはいるんですけど、が多いんですけど、一応オーディションはちゃんと受けて、でオーディションでそれこそ青春アミーゴ歌って。あ、そう。はい。オーディションで歌とかあったの？歌うんですよ。マジで？オーディションでリアルフェイスと青春アミーゴと平成ジャンプさんのウルトラミュージックパワーっていう曲があって。じゃあ2000何年ってこと？2008年ですね。10個以上違うんです。そうですね。離れてるね、そう考えると。スノーマンの本当1個下の世代になるんで。そっか、兄貴、一緒に俺がやってた兄貴といるんだよな、お兄ちゃんな。あ、そうですそうです。はい、います。が野球やってて、それこそ長男でいうと長男と20個離れてるんですよ。あ、そっか。で僕の下にも弟いて。何人兄弟？5人です。男5人。一番上と一番下が24個離れてるんですよ。そっかそっか、すげえな。5人。長男と五男が親子でもおかしくないんですよ。本当だね、はい、そうだからジュリとかはなんか後輩であるけど、なんかやっぱ特殊だよね。そうですね。多分他の人の先輩後輩とはちょっと違ったそう関係性かもしれないですね。けどやっぱそっちのコミュニティもあるからさ、スペシャルな関係値だからこそいい距離感ちゃんと保ってあげなきゃなみたいなのはずっとあったよ。あ、本当ですか？なんかこっちが行き過ぎもさ、僕はどう皆さんと接したらいいんだろうって思います。なんかだってめちゃくちゃ後輩ですし、まあシンプルにね。でも後輩だけどやっぱ弟っていう印象の方がやっぱ強いから、俺とか特にね、カトゥーンじゃん。だからなんだろう、ジュリジュリって行き過ぎるとさ、若い頃ってさみんなさ嫉妬とかもすごいじゃない。そうですね。繊細な時代だからさ。ありましたもん、10代の時とか。10代の時ありました。だから後輩って感覚じゃないんだよね。弟。まあそりゃそうだよ。そっちで出会ってますもんね。けどいつしかやっぱこう、自立してってっていうかさ、今でこそもうなんか弟っていうよりはストーンズのジュリって感じ。ありがとうございます。はあるからちょっと不思議な感じ。そうですね。僕緊張しますもんなんか。いや本当なんか不思議だよ。
いや今日なんかジュリかと思って、はい、見てたんだよ亀梨君の YouTube。 あ本当に、はい、ありがとう。あ俺が出るんだと思っていろいろ想像しましたもん完全本当にプライベート感って2人きりじゃないですか、うん、俺どうやって話そうか、何を話そうかな。先輩はそれこそ河合たちチャンネルですよね。出させていただきました。ふみとは河合くんは入所した時からずっと面倒見てもらってて。そうなんだ。はい。でまあなんか ABCG のバッグついてたと。ついたりもしてました。で大変な時期も飯食わしてもらったりとか。何大変な時期飯？いやジュニアでお金がない時とか、でかといってやっぱお酒も飲みたい、美味しいご飯も食いたいなんていう時に。デビューが何歳？2020年なんで4年前。24歳ぐらいか、はい、そっか。なんでもだってもうデビュー手前とかはちゃんと立派にやってたでしょ。いろいろアリーナツアーやらせてもらったりとかしてたんですけど、ね、なんか後輩も多くてかっこつけなきゃいけないけど、そんな何か大きな収入があるわけでもないみたいな一番大変な時期だったんですよ。まあね。でその時とかに洋服買ったら終わりみたいな。あ、そうです。でも後輩いるからかっこいい服は着てたいし確かにみたいな、後輩にご飯連れてってくださいって言われるしみたいな時期で。そっか。それこそ恭平がその時代にすごくこう慕ってくれてて、恭平とかもご飯連れてったりしてたんですけど、でも恭平はあれ後輩に怒んないらしいよ。マジっすか？俺繋いでいかないといけないと思って僕も頑張ってやってたんですけど、最近おごるようになったらしいけど、いやおごる意味わかんないっすっていう時代があったらしい。ああまあでも俺らで言うと完全そうだね、先輩に。ですよね。で多分僕たちもそれこそウエスト、キスマイ、 ABCG をキスマイとかにも飯連れてってもらったりとか、お洋服いただいたりとか。誰が結構ここだった濃度で言うと、やっぱまあ河合くん、ウエストで言うと桐山くん、キスマイ兄さんたちで言うと、まあ、宮田くんもそうですし千賀くんもそうです。直属で言うとキスマイって感じ？本当の直で言うとスノーマンです。お、ちょっとバック。はい、バックというか先輩のバックに一緒についてた。そっか、だからスノーマンがそうだよね。レンとかラウは途中でパッて入ったけど、はい、先輩なのかほとんど。そうなんです。だから勝兄さんの直でちょっと待って、そのなんとか兄さんってシステムあんの？あります。やっぱ兄貴たちなんで。初めて聞いたんだけど。僕は事務所の兄貴だと思ってるんでなんとか兄さんっていうシステムうちありますでその下にキスマイ兄さん、 ABC 兄さんがいて、その下にスノーマンがいて、スノーマンに怒られながら僕たちがいた。そっか、だスノストって並びっぽいけど実は結構全然先輩なんだ。はい、いろいろ教えてもらったり怒られたりもしながらって感じです。年齢でもちょっと上ぐらいか。ちょっと学年でギリ高校かぶるかかぶんないかみたいな年齢感でもだって入った順で言ったら準備全然早いんじゃない？ラウール、目黒とかで言うと全然後輩なんですけど、岩本くんとか深川くんとか渡辺とか佐久間くんとかはいは上になります。それこそ初めて僕ドリボンに出た時にスノーマンがいて、で僕そのスノーマンにいろいろ教えてもらって、舞台とかリアルがっつり兄弟役みたいなの出てくれてたよね。はい、あの時がほぼ初舞台みたいなレベルでセリフがある。そうだからジュリーで言うと俺はやっぱもうそこだよな。弟っていう後期の弟でもだから最近は本当ジュリーだね。でもそこから僕もチャンプやらせてもらったりとかして。はい。フーマの時？僕フーマとやりました。はい。フーマが亀梨君がやってた。で今渡辺と慎太郎。そうです。亀梨君ドリボンやんないんですか？もうだって演劇なくなっちゃうじゃん。なくなんないか回収。はい。やっぱ俺ら世代は亀梨君のドリボン見たいんですよ。でみんな言ってくれんのよ。はい。どっかでやってほしいみたいな。マジで見たいです。とはいえさ、今ほらもうね、フーマがやり、でも渡辺、急にもう年齢も年齢だから。でも本当に多分チケット売らなくても後輩で席埋まると思いますよ。亀梨のドリボン。マジで見たいです。それやろっかじゃあ。事務所の後輩たちのための。一日だけちょっと定劇の。多分後輩ゲネの後とか。マジで見たいですもん。でも去年見に行ったんだよ。あ、本当ですか？そう、リハも顔出してでなんかないっすかっつって翔太と慎太郎お悩み相談みたいなの。ああはいはい。でもこうじゃないじゃないっていう話をしたんだけど、でももう本当みんな立派にね。いやまだまだです。本当にまだまだです。いやだってジュリたちのこの世代が今さ、アイドルとしてのさ牽引してってもらわないとさ、なんかその自覚が全然ないんですよ。そう、でなんか一緒のステージとかだからもうあっという間になって、こっち本当もう40、俺だけだもん30代グループも。ああそう。2人も40代とかでしょ。それぞれのこの価値観考え方っていうのもさ徐々にやっぱ色濃くなっていくしさ、仕事もプライベートも含めてね。
いいじゃん。ストーンズめちゃくちゃ仲ね。そうですね、グループ自体はめちゃくちゃ仲良く、ずっとなんか一緒にわちゃわちゃしてる印象がある。やっぱその印象ありますか？あるある。あいつらと喋ってるの一番楽しいんですよ。いいね、ほんとなんか連れな感じ。そうです。だから僕プライベートで友達と遊ばないんですよ。仕事場行ったら一番面白いやつらがいるんで。そっかそっか。ストーンズでいうともうみんな同じぐらい。そうですね、ちょっとまあ年数でいうと徐々に1年ずつ入所順でいうとずれたりはするんですけど、年齢化も近いですし、それこそジュニアの時にこう何人かガッと集まってやってるメンバーの仲いいメンバーだったんで全員。それすごいね。だって自分らで言いに行ったとか言ってね。なんか見たの、それこそ渋谷のなんかのロケしてなかった？とそこの光栄のうなぎ屋さんです。上で話してたみたいな。俺何見たんだろう。多分 YouTube とかにもその話してますね。1曲だけ歌わせてくれって言いに行って。それはもう自らみんなでやろうってなったらそれはそうなるよね。だからちょっとバンドマン的なノリがあるね。そうですね。だからもう組みたくて組んだ感じです。みんなね、はい、呼ばれてみたいなところで。ですよね。うちとかもそうだもん、完全に現場に行って。僕逆にそのカトゥーン結成しますって言われたこととか知らないです、裏側みたいな。だから本当 NHK にはい光一君のバックでいつもみたいにずっとキンキさんのバックが俺らの世代ってそうですよね。で呼ばれて行ったら台本にカトゥーンって書いてあった。その前とかも全然一緒に、まあ何人かとかはあったりしたけど、はい、その6人集まって何かやるっていうのはそれが本当に初めてぐらいで、当時でいうとジュニア今ってもう基本グループ化してるけど、はいはい、全然グループ化じゃなかったから。グループ組んでるジュニアの方が珍しい。珍しい、はい、で単独でライブとかもまずなかったから、ジュニアの中ではね。でカトゥーンどういうことみたいな。戸惑いって感じですか？そうで結構それこそさ、先輩後輩もあったりもしたし、グループ組んで初めて喋るようなやつもいたりとか。最初とかめっちゃ殴り合いの喧嘩みたいな感じだった。まあでもぶつかることやっぱ多かったよね。僕たちそれこそカトゥーンになれって言われて、サンジさんに、振付師に、当てはめられて言われてたんですよ。でずっとそうだよね、はい、で曲もそのイメージで。ジュニアの頃からカトゥーンの楽曲をやらせるみたいな話は聞いてて、僕たちだって自分たち初めてセトリを組むってなった時に、それこそカトゥーンさんのブレイク・ザ・レコードとかの後ぐらいだったんですよ。もうほんとそんな感じのセトリになっちゃってでジュニアのコンサートで尺1時間ちょっとぐらいなのに、なんか2時間半ぐらいのセトリできちゃって「お前らカトゥーンかよ」って言われて。長かったですから、カトゥーンの3時間ぐらいやってたからですよね。考えられないよ、3時間以上やってたよ。3時間半とかコンサートですよ。今3時間超えってあんまないですよね。ないもう2時間いかないようにじゃん。そうですよね。曲でいうと2時間弱ぐらいですよね。そうで収めましょうが中だるみをせずに、ショーとしてクオリティが、お客さんも見やすいしね。ですよね。3時間半とか平気でやってたもん。長いよ。長いよって感じますね。俺もソロとかのコンサートも3時間ぐらいやってたもん。ソロのコンサートで3時間3時間やってた。長いのよ。いやでも見てる側、僕たちは客席でも見てましたしバックでも出てましたけど、長い感じマジでしなかったですし、馬が出てきちゃったりとかね。ありましたね。それこそ噴水とかもあんなバカすか水とか使ってなかったから、うちのジュニアマンションって言われる。そうあれも初めてですもんね。あれもブレイク・ザ・レコード。そうですね。100人入って。あれも最初めちゃくちゃ怒られたから。そうなんですか？ジュニアをそんなセットに使うなみたいな。なるほど。危ないみたいな。じゃあベルトつければいいのとかで試行錯誤して、すごいだから派手なことをやらせてもらってたよ。いやでもそれを見ての俺ら世代なんで。ストーンズそれこそあれなんかテレビ局かなんかでライブやってなかった？やってました。その時に亀梨君がフラッと撮影されてて。そうだよ、フジテレビかなんか。そうです、湾岸でドラマかなんか撮ってたんだよ俺。そうです。でご挨拶行かせていただいて、そしたら亀梨君がフラッと来てくださって「焼肉弁当あるから食べてね、頑張れ」って言って、そのままスーってライブ中にいなくなって、めちゃくちゃかっこいいじゃん。どういうことと思って楽屋帰ったらジョジョ園弁当置いてあったんですよ。でめちゃくちゃかっこいいじゃん。全員で終わった後「あの人は何なんだよ」って言って。そうね。あれ何だったの？なんか湾岸スタジオやってました。湾岸スタジオでライブをやるっていうなんかあって、普通にライブってこと？そうです。でジュニアの時はなかなかこうやっぱ大きい会場を取るみたいなこともできなくて、でテレビ局の方に協力していただいてみたいなのが多かったですね。だからデビュー前からもう何年ぐらい組んでたの？ストーンズ。僕たち結成は2015年です。でデビューが2020年で5年ぐらいで、今結成でいうと丸々9年経って今10年目に突入した感じです。俺もそうだったかね。5年ぐらいですよね。そう、結成してから5年間ぐらいかかってるから。その5年ってめっちゃしんどくなかったですか？いやもうみんなで悩んでたよ。なんかもうやめよっかとかも。そういう話やっぱ出ますよね。出る。僕たちも悩みましたもん。
全然もう何度もやめようか俺も抜けようかもあったし、いやなんやかんやそう考えるとかもう20何年だよ結成。早いっす。20何年ですか？そうだよ。だって高校生だもん。16ぐらいで結成してるでしょ。メンバーでプライベートで会ったりすることってありますか？今、はい、今はない。ないですか？もう仕事場でって感じですか？若い時はあったよ、みんなで遊び行ってとか。それがだから今もあるからすごい。おのおのみんな仕事もするじゃん。そうですね。でそれぞれのさお友達とかもできたりするじゃん。はい、うちで言うと昔からこう集まるんだったら回そうよと。なるほど、はいはい。仕事の話になるから。なるほどなるほど。結構あんまプライベート共有したりしないんですよ昔からうちは。そこは干渉しないっていう。しないしない。暗黙の了解ですか？でもその距離感ってやっぱ長続きさせるのには意外と大事だったりしますよね。どうなんだろうね。でも今時みんな仲良かったりするじゃん。多いですね。でも共有だからしていく。はい、それもそれな気がするけどね。同じようなさ立ち位置でこういろんなことを情報を共有したりとかして。僕たちって結成してからの夢が6人でディズニーランドに行くことなんですよ。まだ行ってないの？でもそれを聞きつけたスタッフさんとかが打ち上げで6人のチケットプレゼントしてくれたりして、だから今年か来年かあたりに。目立つでしょ。それこそ回さないと逆に遊べないと思うよ。テレビとかでやってくんないと。遊び行きたいんですよ完全に。6人でめちゃくちゃ仲いいじゃん。俺らの中で回すのは違くないっていう。逆に、はい、それはもう仕事になっちゃうからみたいな。じゃあ、なかなか普通に会ってさ、何の話すんの？でも本当によくわかんないプライベートの話してますよ。この間何々したんだよ、はい、この間誰々と飲んでこんなことあって、嘘だろみたいな。その辺の共有をしないもん。知らないもんプライベート。マジ知らない。でもそれが逆にカトゥーンさんたちは居心地がいい距離感なんですもんね。よく仲悪い風に言われるけど仲悪いわけじゃないんだよね。その距離感が心地よく。ジュリとか普段車とか運転するの？します。だからちょっとこっち寄りなんだよね。今の子たち車免許持ってない子とか多いっすよね。多いじゃん。自分でいい車買うのが夢で。ちょっとこっち寄りなんで感覚が。到着。ありがとうございます。今日はちょっと、そんなこんなで、ジュリっぽい遊び方を。ありがとうございます。ちょっと俺も学びたいのよ。本当ですか？いやもうなんか僕から学ぶことがあれば。すごいじゃん。何がですか？教えてください。何がですか？すごいじゃん。何がですか？僕亀梨君から見てすごいとかあります。教えてもらわないと。わかりました。この後移動して、まず1回目はこんな感じで。はい、ありがとうございます。移動しましょうか。僕まだまだ話したいです。いやまだまだあるから今日大丈夫です。ありがとうございます。はい、それではチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。